いこんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は KZ の TWS エクストラです。今月は TWS のレビュー2本目だ。KZ の TWS はスティックタイプじゃなくて有線モデルっぽい形状は好きなんだけど、ノイキャンがなかったり、バッテリーの持ちが悪かったりで、機能面にあまり魅力を感じてなかったんだわ。そう思ってる人は一定数いらっしゃるんじゃないかな。そっか、TWS 専門でやってるメーカーさんと比べるとちょっと見劣りしてたんだね。じゃあ今回のエクストラはなんでレビューすることにしたの？ KZ の TWS を定期的にチェックしておきたいからかな。1年以上前のモデルだけど VXS は音質面で結構いい感じに仕上がってたんでね。有線モデルっぽいチューニングになってきてるし、それとエクストラにはノイキャンもトランスペアレンシーモードもあるのが一番の理由。 KZ の TWS ではノイキャンは初ですかね？多分そうだと思う。エクストラはかなり気合い入れて仕上げたようで、12の特徴をアピールしてる。このレビューでは一つ一つの詳細は深掘りせず、音質面中心に見ていくよ。機能面詳細は KZ のサイトを参照してね。じゃあまず価格から。1万1000円弱。これは高い？1万超えてたのは VXS プロぐらいだから KZ の TWS の中では高め。ノイキャンとヒアスルーがついたのが KZ ではお初のようだし、 QCC3091 を乗せてるからその分お高くなるんだろうね。このチップによる音形は接続性の強化、低ノイズ、省電力などで後で触れるけど、音質の向上は実感できたよ。 TWS はチップの性能に左右される部分が大きいですからね。そうだね。ところで愛ちゃん、外観はどう？はい、充電ケースは既存の丸型ケースと同じデザイン、同じ大きさと言っていいでしょう。可愛らしくて愛は好き。本体は樹脂製でブラックですが、半透明で内部がうっすら透けて見えます。いろいろ詰まってる割に片側 5.4g は軽いと言っていいでしょう。本体の形状はご覧の通り有線モデルを踏襲してる。 KZ のこの形は好きだな。イヤーピンの凹凸が結構あって合わない人が一定数いると思うので要注意です。KZ の鬼門とも言うべき連続稼働時間に関しての実測結果だこれ。最初は Bluetooth 5.1 接続のスマホ。ノイキャンオンだと4時間弱でちょっとがっかり。次はクリエイティブ BTW5 で Bluetooth 5.3 接続で 4.5 時間。これは明らかに伸びた。ノイキャンオフならおそらく2割増しぐらいだから5.5 時間ぐらいか。エクストラは Bluetooth 5.4 対応だからさらに伸びてノイキャンオンで6時間ぐらいになりそうだね。そのくらいのが納得される方も多いんじゃないでしょうか。そうだね。バッテリー問題は一応クリアと言っていいかな。でも Bluetooth 5.4 対応のデバイスってまだあまり普及してないかな。ドライバーは 10mm スーパーリニア TD が1機、 ZSN Pro 2とか ZS12 Pro X などに搭載されてるものと同じようですね。チューニングは有線モデルに寄せてるとこもあるけど低域が結構違うな。とはいえ DD1 機の音質としてはかなりなもんだと思うよ。ノイキャンの効果はどんな感じ？3つのマイクを使ったハイブリッドノイキャンの低減効果は 55dB。 50dB 超えてくるのってそんなにないんじゃないかな。家の中のいろんなモーター音がことごとくほとんど聞こえなくなったんで結構いい聞き方してると思う。トランスペアレンシーモードはちょっと弱めかな。強力なノイキャンゆえかオンとオフで波形変化はあったね。オフの方が自然なカーブに見える。聞いた感じも個人的にはノイキャンオフの方がいいと感じた。オンの場合ここの変化で明るさはちょっと増すけど、ここが落ちることで厚みがややそがれる。とはいえオンの音質の方が好きな人もいると思う。外出時はノイキャンオンにすることが多いだろうから常にオンで聞いていれば慣れるだろう。イヤーチップは TWS なので充電ケースに収まるものをピックアップして比較しました。サウンドチェックの音収録と視聴はバンドル品に近い TRN Tips にしてみたよ。本体がスティックタイプじゃないのでイヤーチップは有線タイプが全部使えるんだけど、充電ケースに収まらないものが出てくるのが痛いよね。さすがにそこまでは考慮されてないよね。サウンドチェックはエクストラのノイキャンオンとオフの比較、そして VXS も一緒に聞いてみようと思う。1年前は VXS も結構満足できる質感だったけどエクストラと比べるとどうなのかな。興味深いですね。音調整の基準はエクストラのノイキャンオフです。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
違い、収録音でも結構わかりましたね。まあ波形の違いが音で確認できたように思うね。 TWS の音収録は Bluetooth のノイズを拾ってしまって処理が大変だったけど、2回取り直してなんとか聞けるようになったよ。 VXS がちょっと地味というかおとなしめに聞こえたけど、 2キロあたりまではエクストラと同じカーブの傾向だけど、こことここが控えめなのが差分として聞こえてきてたんじゃないかな。実機でのクリアさ、臨場感はどちらも同じ雰囲気だったね。ってことは音質はまあ好みの問題として VXS とは価格の違いはあるけど、ノイキャンの有無と新しいチップがエクストラの魅力ってことよね。まあそうなるよね。じゃあエクストラ出機を聞いた印象ね。そうだね。視聴環境は上の通り、クリエイティブの BTW5 を使用して aptX アダプティブ 24bit96kHz で接続して聞いてみた。低域は最初ちょっと出過ぎに感じたけどすぐ慣れた。 200Hz あたりを結構絞ってるので思ったより上の帯域をマスクしないな。つまり出過ぎだとしても嫌な感じではない。そう、タム系、特にフロアタムの迫力とアタックがかなりいいし、スネアが軽すぎることもない。中域は極端に落としたりしていないので全体の中で埋もれる音も少ない印象。ボーカルはノイキャンオフの時の方が前に出て、ノイキャンオンで波形の通り少し沈むが代わりに3から5キロにかけて持ち上がりキャラ変するので好みが分かれそう。シンバル系はちょっと後ろにいる感じ、邪魔にならないのはいいがちょっと物足りないと感じる人がいるかも。広域は全体的にキンキンすることなくとてもいいバランスで聞きやすく聞き疲れしにくい質感。でも抜けが悪いってわけじゃない。 EQ で低域をちょっと抑えるとしたらこんな感じ。これは主に低域多めのミックスの曲の時用。秒間を少し抑えベースラインが追いやすくなる。全体としてはどうでしょう。音の余韻がはっきり感じ取れ、空間表現が心地よい。定位はしっかりしているが少し左右が狭いかな。細部の再現性が高く一部だけ強調させて解像感高めてますみたいなチューニングではないので、基本性能の高さなんだろうなぁと思う。聞いていて質感がいいと楽しいので、ノイキャンオフ EQ で少し低域を抑えて自分の好みになった時はメインで使える TWS と思わせてくれたのでいい出来だと思うし、結構おすすめといった感じだよ。 KZ の TWS 確かに進化してますね。そうだね。ということで KZ エクストラのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。